てまいりました。昨年の8月に最新型のジュピター3として市場投入をしております。すでに多くのお客様にお付き合いをいただいておりまして、スライステックも非常に高い評価をいただいている製品です。最大の特徴なんですが、ぶどまりの高さと並びの美しさとなっています。デモンストレーションではぜひそのあたりにご注目ください。では最初にご覧いただくのが豚バラ肉のスライスです。設定は2ミリ、そしてスライスの速度は200枚です。それでは始めてまいりましょう。お願いいたします。今ですね、原料が投入されてまいりました。こちらから出てきますので、ぜひご覧ください。はい、今原料投入されましたけれども、ジュピター3はですね、投入部もこちら作業しやすい高さに改良がされております。今スライスされてこのようにですね、美しく並んでいる様子がご覧いただけるかと思います。またこちらジュピター3では独自開発の剥がしユニットによりまして原料へのダメージを軽減し、ぶどまりだけでなくスライスの後の伸びというのも軽減をしております。そしてトレイへの盛り付けを行っていきます。並びの向上によってですね、トレイ盛り付け作業が簡単になり、商品の出来栄えも向上しております。多くの方少し見づらいかもしれませんが、ぜひ譲り合ってご覧くださいませ。では続いてご覧いただきたいのが豚ロース肉のスライスでございます。はい、ではですね、設定は 2.5 ミリ、そしてスライスの速度は100枚で設定をいたします。はい、それではお願いいたします。今ですね、今から原料投入を行っていきます。はい、今スタートボタンが押されました。こちらジュピター3は豚ロースや肩ロースといった原料の薄切りですとか焼肉商材など幅広いアイテムに対応が可能となっております。またジュピター2では1枚1枚が斜めに配出されていたんですが、3ではその点も克服しております。ぜひそちらにもご注目ください。はい、今このように美しくですね、輪列された配出されている様子をご覧いただきたいと思います。はい、またですね、先ほどと同じようにこちらトレイへの盛り付けも行ってまいります。現在ですね、作業をしているものは弊社社員なんですけれども、このようにその日から作業を始めたような新人作業者であっても安心して美しい商品作りというのが可能となってまいります。99% を超えるスライスぶどまり、誰でも簡単に美しい商品作りが可能になる排出精度、そして幅広いアイテムに対応が可能、これがジュピター3の特徴となっております。はい、このように綺麗な商品作りが可能となっております。ぜひこちらも合わせてお近くでご覧ください。では続きまして後方にございますスライス肉定量自動盛り付けラインのデモンストレーションを始めてまいります。ぜひあちらにご移動お願いいたします。恐れ入ります。はい、ご移動いただきありがとうございました。さてこちらが第1回フーマアワード優秀賞を受賞いたしましたスライス肉定量自動盛り付けラインです。まずこちら全体の構成のご説明からさせていただきたいと思います。原料はあちらのところですね、一番奥の方です。皆様から見て左側、あちらから投入いたします。まず原料の計測部がございまして、続いてこちらがですね、先ほどご覧いただいたジュピターと似た形ではあるかと思いますが、ゼウス本体のスライス部でございます。そして最後にこちら自動盛り付けロボスコーピオン、この3つの機械が連動されております。量販店で提供されているようなですね、スライス肉のトレイ盛り付け商品作りの自動化というのを実現しております。そして先ほどご紹介したこのジュピターとの違いというのが気になる点ではあるかと思いますが、最大の特徴はただスライス工程を自動化するというわけではなく、1パックあたりの重量をですね、プラスマイナス 5% の精度で揃えられるパック定量機能が搭載されているということです。本日は3種類の商品作りをご覧いただきたいと思います。まずは豚バラスライス肉の商品作り。目標重量は 180g です。
そしてスライスの厚みは 2.3 ミリで設定をしております。ではまず原料の投入からご覧いただきます。今重量の計測があちらで行われております。そして重量計測が終わりました。はい、今重量の計測が終わった段階です。続いてこちら形状の読み取りから行っていきます。ご覧ください。ちょっと奥の方見づらいかもしれません。赤いレーザーが上下から照射されているのがお分かりいただけるかと思います。こちらがナンツネが誇る 3D 定量スライサーリブラシリーズの技術を応用したものとなっています。上下からレーザーが当てられている様子がお分かりいただけます。3D 非接触での測定を実現しています。では続いてこちら進んでいきます。スライス運転がスタートしてまいります。今形状の読み取りが完了いたしましたので、スライス部に搬送されスライス運転がスタートしております。先ほど読み取った形状と入力した厚みに合わせまして自動的に1パックあたりの枚数を調節しています。はい、そして今こちらスライスされたですねものがこちらに流れてまいりました。続いてこちらスコーピオンによる自動盛り付け工程へと移ってまいります。流れてきたスライスブロックをカメラで認識しまして盛り付けるか盛り付けないかというのを判定しております。盛り付けると判定したスライスブロックに対しては特殊開発のハンドでトレイへ盛り付けを行っております。はい、ご覧いただけておりますでしょうか。このようにですね盛り付けると判定したものに対しては特殊開発のハンドが動きましてトレイに盛り付けを行っております。では重量の計測ご覧ください。 180g で設定していたんですがこちら 184g で、はい、出来上がりました。プラスマイナス 5% の誤差というのを実現しているかと思います。はい、続いて 180g ジャストで、はい、出てまいりましたね。はい、続いても 180g ジャストでございました。はい、このようにですねプラスマイナス 5% の誤差というのを実現しているのがお分かりいただけるかと思います。このようにゼウスのパック定量スライスによりましてこれまでトレイ盛り付け商品作りに欠かせなかった、重量合わせですとか手直しの必要がなくなりましてスコーピオンの自動盛り付けを組み合わせることによって原料投入からトレイ盛り付けさらに自工程の包装目付けまで切れ目なく連結したスライス肉盛り付け商品作りの完全自動化が可能となってまいります。では続いてご覧いただきますのが一連制御による豚バラハーフカット片折り3列盛りのデモンストレーションです。デモンストレーションですので今一旦ですね先ほどスライスしたお肉取り出しましたけれども本来はスタート後機械をストップすることなく連続で処理を行っていきます。今ですねこちらハンドの取り替え作業を行っております。このようにですね取り外しですとか取り付けも簡単に行えます。このハンドとプログラムを変更することによって両折り片折り複数列の盛り付けなど幅広い商品作りに対応が可能となっております。はい、今このように設定が行われております。作業員1人でこのように簡単にですね取り替え作業を行うことが可能です。続いてご覧いただくのが一連制御による豚バラハーフカット片折り3列盛りのデモンストレーションをご覧いただきます。はい、では続けてご覧いただきましょうか。こちらのですね設定は240g重量は 240g スライスの厚みは 2mm の設定でございます。はい、では設定が完了いたしました。再びこちら原料の投入からスタートしていきます。今重量計測が終わりましたので再びこちら形状の読み取りへと進んでまいります。はい、こちら一連制御による豚バラハーフカット片折り3列盛りこちらのデモンストレーションです。今赤いレーザーが上下から通っておりまして形状の読み取りが行われております。これがリブラシリーズの技術を応用したものですね。はい、このように読み取り作業が行われております。そして今完了いたしましたので再びスライス部へと移ってまいります。でこちらのスライスなんですけれどもスライス
の厚みもですね、食感が変わらないように微細なコントロールを行うことで、重量誤差プラスマイナス 5% というのを実現しております。でこれがゼウスの最大特徴であるパック定量スライスです。ゼウスもですね、ジュピターと同じく 99% 以上を超えるスライスぶどまりを実現するとともに、美しい商品作りには欠かせない輪列の美しさにもこだわっております。ぜひそちらにもご注目ください。はい、そして再びこちらスコーピオンへと移ってまいります。スコーピオンはハンドユニットの設定を変更しております。先ほどは幅の広い豚バラ1枚の両側折り曲げでしたが、今回は半分の幅の豚バラを真ん中から折りたたんで3列分盛り付けております。はい、今回は 240g の設定でございました。 245g です。はい、このようにですね、3列盛りも簡単にこのようにきれいに仕上げることが可能となっております。はい、皆様はご覧いただけておりますでしょうか。この出来栄えというのもね、皆さん気になるかと思いますが、ぜひじっくりとご覧いただければと思います。はい、これもですね、ゼウスによって重量誤差はプラスマイナス 5% の定量線、そしてスコーピオンによってトレイサイズに合わせたさまざまな盛り付けの自動化がこのように可能となっております。ここまでがスコーピオンとの連動によるスライス肉自動盛り付けラインのデモンストレーションでございました。さてもう一つ皆様にご覧いただきたいのがですね、ゼウスのもう一つの特徴、2レーン個別制御によるスライスです。ぜひこちらもですねご注目いただきたいんですが、ここはですねスコーピオンを離させていただきます。はい、ぜひここにご注目ください。こちらはですね2レーン個別制御によるスライスです。レーンが2つあると思うんですけれども、個別で制御していきます。ぜひそちらにご注目ください。ゼウスはですね、先ほどと同じようにパック重量とスライスの厚みを設定しますが、2レーン個別制御ではこれら左右で個別に設定するということが可能です。また異なる原料を同時にスライスするというのも可能となっております。今回は豚バラ、そして豚ロース肉、どちらもですね 80g の設定で1パック 160g の設定です。では原料の投入が行われております。今同時に形状の読み取りが始まりました。このように2本同時に形状の読み取りがスタートしております。ご覧のように左右で全く形状が違う原料でも正確に計測を行うことが可能です。はい、2本同時に今計測が行われております。そしてこの計測が終わりましたら、引き続きスライス運転へと進んでまいります。はい、ここからご注目いただきたいのが、左右のコンベアがバラバラに動いてきますので、ちょっとそこにもですね、ぜひご注目ください。この左右で異なる原料を同時にスライスしていくというのがですね、ナンツネが誇る技術となっております。ぜひそちらにご注目ください。はい、今同時にスライスが行われております。そして今回はですね、スタッフがスライスされたお肉をトレイに盛り付けを行っていきます。今回豚バラ肉を 80g、 そして豚ロース肉を 80g の1パック 160g の設定です。はい、今このようにですね、スライスされたお肉が美しく輪列されているのがお分かりいただけるかと思います。はい、このようにですね、先ほどご注目いただけましたかね、コンベアの動きが左右で異なっていたのがお分かりいただけるかと思います。作業者はコンベアからすくい取ったですね、お肉をトレイに乗せるだけで美しい商品作りというのが可能です。今回 160g の設定でした。 162g です。このように相盛りも簡単にですね、このようにお作りいただくことが可能です。はい、156g でございました。このようにですね、プラスマイナス 5% の誤差というのを実現しております。今回
はトレイ盛り付け商品作りでご覧いただきましたけれども、セット商材ですとかミールキット、通販商材などスライス肉定量性をお求めの方、すべての方にご活用いただきたいのがこちらのゼウスでございます。以上 3D パック定量スライサーゼウス自動盛り付けロボスコーピオンによるスライス肉自動盛り付けラインのデモンストレーションを終了させていただきます。ぜひ引き続きどうぞ何つねブースご覧くださいませ。皆様の貴重なお時間頂戴しましてありがとうございました。